こんにちは。今日はオーストラリアのバロッサバレーでのワイナリー体験を皆さんにシェアさせていただきます。今回訪れるのがアデレードから1時間半のところにあるバロッサバレーです。ここは150以上のワイナリーと80以上のセラードアがあります。セラードアとはワイナリーに併設されている試飲直売所のこと。この動画ではワイナリーで働くことになった経緯、旅の支度、バレッサバレーでのライフスタイル、活動の内容を私の感じたことや気づきを含めシェアしていきます。ワイナリーで必要なものは滑らないブーツと動きやすい服装、タスマニアのブルーストーンのブーツを購入しました。メルボルンから飛行機で向かいます。今回ワイナリーで働くことになった経緯をお話しします。私は食べ物やワイン、豊かなライフスタイルに対する興味が強く、ワイナリーで働く体験をしようと思いつきました。ウーフというプラットフォームで素敵なワイナリーを見つけ、連絡してみると OK してもらい、すぐに訪問が決定。今回利用したウーフは農場で無料で働く代わりに食事、宿泊場所、知識、経験を提供してもらうボランティアシステムのことです。ちなみに休日はお休みをもらえます。私の場合、ウーフでの仕事とは別にフリーランスとしての本業の仕事もあります。ただ時間と場所に縛られることがないので、平日は朝に 1.5 時間、夕方に 1,2 時間働いて、休日は3時間から5時間働いていました。私はメルボルンに住んでいるので飛行機で向かいます。腹ごしらえをしたところでアデレード駅に向かいます。アデレード駅はヨーロッパの趣を感じさせるような重厚な作りで、旅の始まりのワクワク感を味わえます。電車に乗って1時間、さらに車で30分で目的のワイナリーに到着します。着いてすぐにお部屋の案内。シンプルにベッドと棚が置いてあり、十分なスペースです。ガーデンのフルーツやお野菜を見せてもらい、木からそのまま取ったプラムを渡していただきました。プラムの甘さと美味しさに感動。今からワイナリーでワインツアーとテイスティングするよとのことで参加させていただきました。来た瞬間から自然の恵みと人の温かさ、ワインまでいただけるなんて光栄です。ワインの木を見てブドウを食べさせてもらいました。ワインのブドウって甘くないんじゃないかと思っていたけど、とんだ勘違い。とっても甘いのです。土の大切さ、コンポーストの作り方や役割、テロワールなどを説明してくれました。10種類以上をテイスティングさせていただき、どんなワインを作っているのか少しだけ分かったような気がしました。土日は仕事が少ないので、ここの土地をもう少し知りたいと思い、歩いて他のワイナリーに立ち寄ってみることに。なんだかワインのことよくわからないのですが、どう楽しんだらいいんでしょうかとっても初心者の意見をお伝えすると、人の味覚の説明とどうやってワインを合わせるかなど、とても優しく教えてくださいました。クラッカーにフレッシュなオリーブまでいただいて感激です。だけどお昼は食べていなかったのでお腹がペコペコでした。街まで歩いて食料を調達することに。アメリカンなバーガーショップを見つけたので入ってみます。この後、明日に必要なものを少しでも揃えたくスーパーに立ち寄ります。後から知ったのがウーフの制度。自分で食材を買う必要はありませんでした。ここは完全に車社会。車を持ってない人は私だけなんじゃないかと思うほど。日曜日も朝どうしてもコーヒーが飲みたくて街まで歩いてきました。なので土日どちらとも片道1時間、計4時間歩きました。夕方は夕日が息を飲むほど美しく見入ってしまいます。お昼は半袖でも暖かいくらいだったけど、夜はかなり冷えるのでモコモコの靴下を持ってきたのは正解。さて、月曜日がやってきました。朝は8時半に仕事が始まります。ワイナリーに来たのはいいものの、一番大変な収穫シーズンがちょうど終わったとのことで、ガーデニングの作業から始まります。初めの3時間は雑草をひたすら取り除いていきます。雑草は根を張っているものだと
小さな木ぐらいあるのでなかなかの力仕事。今回の滞在中は日本人の女の子、スコットランド人の男の子がいました。日本人の女の子はワイナリーでの経験が何年かあり、深い知識と経験があります。ワインがどうやって育つか、ブドウの違いや作り方などお話をたくさん聞くことができました。彼女は性格柄、そして海外の経験もあり、国際交流の仕方を心得ているのが印象的で、彼女自身からも人との向き合い方に関してたくさん学ばせてもらいました。3人と少ない人数でしたが、基本的に夜は3人で食卓を囲み、文化の違い、家族のこと、自然のこと、社会問題などたくさん話しました。2日目は白いパイプを灰色に塗るところから始めます。パイプってなんで灰色が多いのか考えたこともありませんでした。パイプはプラスチックでできていますが、プラスチックは紫外線により経年劣化が起こります。特に白は紫外線を通りやすいのでグレーに塗り替えていきます。こうすることで劣化を20年も遅らせることができるそうです。パイプ一つで知らない知識がたくさん詰まっていて学ぶことが多い。お昼と夜は料理をシェアしていました。主に日本人の女の子がご飯を作ってくれました。彼女の料理が美味しすぎて甘えてしまいました。こちらのワイン、忖度なくすごく飲みやすくて本当に美味しいんです。自然派のワインで微発泡があるものが特にお気に入り。普段の食卓にも並べたくなるようなワイン。ラベルも素敵で、娘さんや奥さんのデザインによるものが多いそうです。コンポストにはブドウの搾りかす、雑草、生活で出た野菜の生ゴミなどを使います。メルボルンの家でも私もコンポストを始めてみたのですが、比べ物にならない大きさのコンポストに笑ってしまいました。コンポストエリアに小さな山のように堆積してあるコンポストをトラクターやですくい上げ、ブドウの木やガーデンの野菜などにあげる作業。重いコンポストを乗せた台車をコントロールするのもなかなか大変。汗をかきながら作業した後のコーヒーやご飯は普段感じることのないくらい美味しく感じ、ありがたい気持ちでいっぱいになるのが不思議。こちらのワイナリーの思想には、できるだけ自然に、できるだけブドウのそのままの美味しさを生かすようにというところを重視していることが伺えます。この日は瓶詰めをお手伝い。もう飲まれることのないお酢になってしまったワインの中身を出してそのボトルを洗います。ワインボトルはよく洗う必要がありますが、ワインに入っていった方がアルコールが入っているので清潔さが保たれていると言います。すべてのワインを出してボトルを洗っていきます。きれいに洗ったワインボトルを干します。時が過ぎるのは早いもので最後の日になりました。ブドウの幼木の周りの雑草を手で抜きます。前日にここにいる外来種のことについて教えてもらいました。イノセントウィードは種の周りにチクチクトゲを持った雑草でかなり厄介者。見つけたら取らなきゃいけないから教えてねと言われたのですが、見つけました。これは見たことないほどの大物とのこと。チクチクがそこら中についていて、種の付け方も厄介なため根っこを引っこ抜くことができず、種の部分から取り除いていく必要があります。この除去には2人で1時間かかりました。このワイナリーでの考え方は、たとえ外来種であってもこの土地で繁殖するのはこの土地に何か縁があるものと考えています。取り除いたイノセントウィードは水につけて、その水を養分として植物にスプレーで撒くそうです。彼らのワインはオーガニックでバイオダイナミクスという農法で作られています。バイオダイナミクスとは、農業や化学肥料を使用せず星と月の位置の関係に基づいて食物を栽培する方法。なんだかロマンにあふれています。バジルペースト、オリーブオイル、オリーブ、トマトペーストなど保存食として作ったものを食べるのがとても豊かな暮らしだと感じます。ここで働くローカルの方はワイナリーで夜勤で働くことも多いです。日本で農家やワイナリーで働いた場合、時給は800円ほどになることも。結局働いている時間が長時間になり、最低時給よりも低くなるのが現状です。ただオーストラリアのワイナリーで働くと時給3000円から4000円にもなるそうです。さらに超過時間は2倍で換算され、休日祝日も時給が上がるので最大 2.5 倍の時給になるそうです。彼らは収穫シーズンにたくさん働き、その他のシーズンは旅行に行くということも多いようで、都会よりも経済的にもよっぽど豊かに暮らせるじゃんと思ったりもしました。日曜日はワイナリーのオーナーさんのお家で収穫お疲れ会をするとのことで参加させていただきました。ピッキングをしているネパール人のファミリーが20人ほど。
こはネパールなのかと錯覚してしまうほど。彼らの持ってきたネパール料理のヌードルがたまらなく美味しくおかわりしちゃいました。アジアン料理の癖になる感じ大好きです。ワインはこちらのワイナリーのもの。自分で作ったワインを振る舞い楽しむって素敵だなと感じます。バロッサバレーでの経験は自然とのつながり、地域コミュニティとの交流、そしてバイオダイナミックなワインの作りから持続可能な生活とは何か、どのようにして地球と調和していけるかを深く考えさせられました。今回のバロッサバレーでのワイナリー体験を通じて、ワイン一つとってもその背景には深い知識、熱意、そして自然への敬意が必要だと学びました。皆さんにもこの美しい旅を少しでも感じて味わっていただけたら幸いです。最後の日、絞ったブドウを瓶に詰めて持って帰ったらいいんじゃないと素敵な提案をしてもらい、お言葉に甘えて持って帰ることにしました。一口飲んでみると、もうこれはシロップだわというほど甘い。糖度が27度でした。後日家に帰って2日間キッチンに置いておいたら、突然爆発が起こり、部屋中ベタベタのブドウ汁まみれになりました。ブドウを絞っただけで発酵するということが目に見てわかる瞬間で、正直感動してしまいました。ご視聴ありがとうございました。私はオーストラリアの生活、旅の様子を動画でお届けしています。こんな動画が見たいなどありましたら、コメント欄からコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。